驚異的なエピソードだった。本当に素晴らしい演出で。それともう一つ大事な考えがあるんじゃ。この動画にはアニメのネタバレがあるよ。注意してね。いつも動画を見てくれてありがとうだよ。今回の動画はアニメ「日本三国」第4話の海外の反応と哲学的考察だよ。なんかモフモフのおじいちゃんも来るみたいだよ。哲学パートをすぐに見たい人はチャプターから飛んでね。それじゃあ海外の反応からどうぞ。あの尻のショットは予想していなかった。間違いなくこのエピソードのバナーにするべきだ。ナレーターが輪島を独裁者として説明していたから、かなり冷酷な嫌な人物なのかと思っていた。でも蓋を開けてみたら、彼女はかなりカリスマ性のある人物だった。核の冬は特に過酷だったんだね。南日本でマイナス17度なんて正気の沙汰じゃない。ヤマトが現在の日本に似た君主制である一方、正義が共和国なのは興味深い。ルオーはどんな体制を採用しているんだろう。初代富士天皇が女性だったことが今回で確認されたね。それに第2話の家系図でもスネちゃんの母親が浅巻の当主だと明かされていた。ねえ女性陣、あの入浴シーンの後、どんな気持ちになってる？そしてつねちゃんの兄は小慶ではなく後慶、おそらく高常だと確認された。つまりアニメ公式サイトの用語集はそこを間違えていたということになる。転がってきた首がブーツにキスした瞬間、キーボードにお茶を吹き出してしまった。笑った。この作品のさりげないコメディが面白い。青照の顔に雪が積もっていくところとか、あの老人の切断された首が自分を殺した相手のブーツにキスするというブラックなやつとか。幸福派の護衛たちがあっさり降伏しているのに、あの男だけが「いや俺はここなら安全だ」みたいな態度だったのに大爆笑した。すごくうまい。ブーツへのキスは最高の仕上げだった。いや、常は本当に自己愛が強すぎる。正直私のスピリットアニマルみたいに感じるよ。誰かの亡き妻に向けられた褒め言葉を自分への称賛として受け取るなんて次元が違うエゴイズムだ。親愛なる視聴者の皆さん、断言します。常の尻のクローズアップは物語にとって極めて重要です。常があまりにも色気ありすぎる。いや、色気ありすぎる。本当に色気ありすぎる。あの入浴シーンはダンジョン飯のあの回をかなり思い出した。もちろん彼らはただの友達だよね。本当にコール電化無意的なエネルギーを放っているな。青照と常は私にとってヤオイ的な釣り餌だよ。はは。常ちゃんに何かあったら全員殺して自分も死ぬと言っていたレディットユーザーが、あの湯気まみれの入浴シーンの後もまだ生きていることを願うわ。輪島はポピュリスト的な指導者になりつつあるようにも見える。正義が不人気な政権からの移行期にあることを考えると、新しい指導者の周囲に孤児崇拝が形成されるのは当然だろう。ただ歴史的に見ればそうした指導体制は長期的にはうまくいかない。だから物語が正義で起きていることをどう掘り下げていくのか、とても興味深い。法を守ろうとする青照の献身は評価したい。この場所には秩序が必要だ。彼は正義を追い求めすぎて暴走しているわけではなく、書かれた通りに法を執行しているだけだ。こうしたことを見過ごしていればクーデターにつながる可能性があるという彼の主張は正しい。青照は規則にとても厳格だけど、それは人々のためにやっていることだ。特に上層部に平のような人物がいることを考えると、彼は今後難しい決断を迫られることになるだろう。理想主義と残酷な現実の衝突はとてもドラマチックな物語を生み出す可能性がある。私たちは壮大な規模の衝突へ向かっている。思いやりと敬意で導くオーガと絶対的な支配と恐怖で統治する電気。この統治の対比がどのようにぶつかり画面上で描かれるのか、非常に興味をそそられる。オーガの名前は桜と虎の字で書かれていて、彼女の入れ墨も戦国時代の大名である上杉謙信に由来している可能性がある。正義には日本全体でもかなり聞き取りにくい方言を持つ地域が含まれているのに、
登場人物たちは主に標準語や東京方言で話していた。それはオーガの未熟さや暴力に対する無頓着な態度を強調しているのだと思う。冒頭でミスミの顔に雪が吹きつけていた演出が本当に好き。至急感銘化を見せると同時に友人を公主形にした感情を隠さなければならない彼の比喩にもなっていた。アテルイが叫んだスローガン、尊王統監は、1936年のクーデター未遂で使われた尊王統監、つまり天皇を尊び、逆賊を討つをもじったものだ。いや、このアニメの演出は別格だ。あまりにも創造的で美しいから見ていて本当に引き込まれる。たとえエピソードの大半が説明で構成されていても絶対に退屈しない。各エピソードの演出が驚異的だ。登場人物たちがただ会話しているだけでも見せ方が芸術的だから全く退屈しない。個人的には国に対する考え方や目標が実はどれほど似ているのかを両者が理解していずれ分かり合い同盟を結んでくれることを願っている。青照やヤマトが最終的に負けるとは思えないから、もし対立の中で輪島を殺すことになったら本当に残念だ。いや、なんて素晴らしいエピソードなんだ。うまく言葉にできない。演出、音楽、演技、その全てが壮観だった。驚異的なエピソードだった。本当に素晴らしい演出で全てをダイナミックに保つ助けになっている。プロットやその進み方は言うまでもない。テンポが良くキリキリしていてどんな場面にも長くとどまりすぎない。尊い。今回のエピソードでは音楽がものすごく際立っていた。今回も10点満点中10点のエピソードだわ。アニメーションはただただ美しい。あの入浴シーンでの水の使い方が大好きだった。それにオーガ、彼女のことは絶対に嫌いになれない。アオテルには成功してほしいけれど、オーガという存在がいる以上彼だけを応援し続けるのは無理だ。もちろん今回もいつも通り最高のエピソードだった。完全に同感だ。入浴中、アオテルの手元の水面反射にフラッシュバック映像を入れていた演出は今日のエピソードで一番好きなところだった。こんにちは、チロルです。ピヨ太郎だよ。もちもち。今回はアニメ日本三国の第4話だよ。海外の反応どうだった？つねちゃんさんのお尻のコメントが多かったね。お尻だったもんね。あれだけドアップでお尻が出てきたら突っ込まないではいられないよね。オーガが上杉謙信だって言ってるコメントもあったね。確かに上杉謙信女性説ってのも昔からあるからありえなくはないよね。でもそれを海外の人が知ってるのがすごいよね。本当に時々レディットにいる日本2の人たちの知識の深さには驚くよね。じゃあコメントを見ていこうね。最初はこのコメントだよ。過去の史実から征夷のこの先を見てるんだね。このコメントはドイツの社会学者思想家であるマックス・ウェーバーのカリスマ的支配と重なる部分があるんだよ。ウェーバーは支配の正当性には大きく分けて3つの型があると言ったんだ。支配するのに正当性？それに3つもあるの？人々が支配に従う根拠となるものを言うよ。簡単に言うと、この人についていきたいって思うのはどんな時かってことだね。合法的支配、伝統的支配、カリスマ的支配。この3つがあると言ったんだ。合法的支配は法や規則の正当性からの合理的な支配。伝統的支配は昔からの慣習などの伝統や習慣に基づいた支配。そして今回のカリスマ的支配は指導者にカリスマ性があり、教祖様のように崇められる支配だね。前の征夷は民が苦しみや窃盗、強盗が起きていたみたいだよね。その旧体制を倒し、新しく総帥となったオーガへの熱狂的なカリスマ的支配は非常に危うく、長くは続かないと、このコメントは言ってるんだよね。確かにオーガへの熱狂が冷めた時が怖いよね。オーガお姉ちゃんの人気は不滅だよ。いつの間にオーガのファンになってたの？ふふふ。なんか得意げだよ。じゃあ次のコメントだよ。このコメントから見えてくるのは、イングランドの哲学者、トマス・ホップズが語った社会契約論だよ。ホップズおじちゃんだ。リヴァイアさんのおじさんだ。そうだね。前に来てくれたトマス・ホブズさんだね。トマス・ホブズさんは、強い権力や法秩序が存在しない状態を、
万人の万人に対する闘争と表現していたよね。それを自然状態と言ってたよ。暴力が絶えなくて、強くないと生き残れない無秩序状態。北斗の剣の世界だ。だから強いリヴァイアさんに支配してもらって、守ってもらう代わりにこちらも何かを差し出す。今で言うと税とか。そうそう。二人ともよく覚えてるね。偉いね。それを社会契約論と言うんだよ。何よりも法を重んじる。アオテルが友人である先輩でも、一切情を入れずに刑を執行したのはまさにそれ。例外を認めたら、法は成り立たない。法が機能しなくなった場所には、力を持つ者の都合と、暴力が入り込んでくるんだ。だからアオテルの姿は、法物的な秩序の守護者として大正解だったということだよね。情に流されることと、人々を守ることは同じではないんだよ。でもアオテルもあの時最後に礼をして、とても辛そうに見えたよ。それでも刑を執行してた。そうだね。アオテルは立派だったよね。そしてね、このコメントには、老子的な意味合いもあるんだよ。あれ？今日は3つのコメントじゃなくて2つ？そう。今回はこのコメントから、トマス・ホブズ視点と、老子視点を紹介するよ。アオテルの余計な混乱を起こさず、静かに秩序を守ろうとしているところが、老子的なところがあるんだよね。わしを呼んだかの？誰？また誰か来た。はじめましてじゃの。仙人さん。おじいちゃんだ。仙人と言われることもあるが、ただの年寄りじゃよ。なんかすごいふわふわしてる。わたあめみたい。食べられる？食べてもええが歯にくっつくだろうよ。食べれるのか。わしは老子。昔の中国で無理をしすぎずに生きる道を考えておったものじゃ。老子先生だ。第1話でアオテルが言ってた千里の道もそっかから始まるの人だ。まさか2500年の後にひよことカエルに囲まれるとは思わなんだ。僕たち哲学者ホイホイなんだよ。それはちょっと落ち着かん響きじゃな。老子先生、アオテルが人が歩む道とは核も水のごときものですって言ってたけど、それって先生への言葉だよね。かなり近いの。でも水って弱そうだよ。僕、お風呂で毎回のぼせて負けてるけど。それは水の強さではなく、お主がただのゆでガエルになってるだけじゃな。あはは。よいか。わしはこう言ったのじゃ。上善は水のごとし。上善は水のごとし。なんか高級ラーメン屋っぽい。美味しそうだね。最も良い生き方は、水のようなものだという意味じゃよ。水は争わん。自分から偉そうにもせん。低いところへ流れて、人の嫌がる場所も引き受ける。じゃが、だからといって弱いわけではない。形を決めつけず、相手に合わせて姿を変え、最後には岩すら削る。優しいけど、負けっぱなしじゃないんだね。その通りじゃ。水は力んで勝とうとはせん。じゃが、無理をせずにちゃんと届く。プリンもゆっくり食べてもちゃんと胃に届くよ。そりゃ喉から胃までは一本道だからのアオテルって確かに水っぽいかも。怒鳴らないし、すごく自然体だし。アオテルは力で人をねじ伏せようとせん。まず、人々が無理なく生きられる土台を整えようとしておる。派手に見せつけるのではなく、崩れぬ形を作ろうとしておるのじゃ。今回も礼に立つ者が誠実じゃないと民は信じてくれないって言ってたよね。それも大事なことじゃ。民が支配するものを信じられなくなれば、国は静かに壊れていく。信足らざれば、これに不信あり。信足らざれば、これに不信あり。急に呪文っぽくなった。意味は簡単じゃ。上に立つ者の誠実さが足りなければ、人は必ず疑い始める。疑いはいきなり爆発するわけではない。少しずつ積もって、ある日まとめて国を揺らす。ジェンガみたいだね。ジェンガとは何じゃ？ゲームだよ。僕、ティオちゃんに一口だけって言われると、もう半分なくなる気がするよ。なんで？口が大きいんだよ。そうかな。
それも立派な不審じゃな。でもさ、敵の正義でも、民、真なくば立たず、って言ってたよね。それも先生の言葉なの？それは孔子の言葉じゃな。孔子ってどんな人？名前は聞いたことある。孔子はな、人はちゃんとあれと説いた人じゃ。礼儀と思いやりを大切にして、立派な人間になろうとした。ちゃんとしなさい先生だ。老子おじいちゃんとは結構違うね。かなり真面目じゃ。実際わしと孔子は考え方の入り口がかなり違う。孔子は自分を規律で整えることで社会を良くしようとした。わしは締め付けや飾りを増やしすぎるとかえって人が苦しくなると見た。どっちが正しいの？どちらも必要なのじゃろう。礼がなければ社会は荒れる。だが縛りすぎれば人は息ができなくなる。ちゃんとしてないとダメだけど、ガチガチでもダメなんだね。そういうことじゃ。結構難しいね。アオテルがきちんと自分から法を守ろうとするのは人を苦しめるためではなく、皆が安心して生きられる土台を壊さぬためじゃ。アオテルはなかなか面白い。民や国のためにやってるんだね。本当に危ういのは法がなくなることだけではない。法を使う者が信頼をなくすことでもある。だから統治とは厳しさと誠実さの両方がいる。おにぎりみたいだね。きつく握りすぎてもいけないし、ゆるすぎてもいけないよね。君は妙に例えがうまいな。もちもち、たまに覚醒するんだよ。たまにだけど。それともう一つ大事な考えがあるんじゃ。教えて教えて。無為自然じゃ。無意自然。なんか眠くなる響き。何もしないという意味ではないぞ。余計なことをして人を疲れさせるなということじゃ。上に立つ者が全部を思い通りに動かそうとすると大抵壊れる。壊れちゃうんだ。良い統治とは支配者が派手に見せつけることではない。民が無理なく暮らせることじゃ。自然に平和になっていくのがいいってことを？まさにそうじゃ。立派な政治ほど目立ちにくいものよ。でも日本三国の状況でそれは無理だよね。そうじゃな。まるで戦国時代だからな。世の中には恐れで人を従わせる者もおる。熱狂で人をまとめる者もおる。正しさだけで勝てるとは限らん。じゃが正しさを捨てれば勝っても後で壊れる。正しさだけでもダメだし、恐怖だけでもダメだし、難しいね。人間って難しくてめんどくさいね。じゃがそのめんどくささが人間の味でもある。人間の味。なんか怖いこと考えたよね。老子おじいちゃんはふわふわしてて面白いね。ふわふわは大事じゃぞ。硬い木は折れやすいが柔らかい草は風の後にも残る。じゃあ僕最強かも。だって名前からしてもちもちだし。ふわふわともちもちはちょっと違う。ほっ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 ほ。ではわしはそろそろ行くとするかの。もっと食べ物の話しようよ。気づけばかなりの割合で食べ物の話をしておったな。もちもちがいると食べ物の話ばかりなんだよ。案外哲学とはそういうものかもしれんぞ。難しい顔で始まって最後は暮らしの話に戻ってくる。それなら僕も哲学者になれる？料理人になった方がつまみ食いができていいじゃろ。ほんとだ。いいこと聞いた。作っても全部もちもちが食べるからお店出せないだろうな。ではの、無理をしすぎずされど流されすぎず生きるのじゃよ。さらばじゃ。また来てね。バイバイ。老子、紀元前6世紀頃の中国にいたとされる思想家です。ただし、その生涯ははっきりしない部分も多く、伝説に包まれた人物でもあります。司馬遷の史記では、老子は楚の出身、周の王朝で書物を管理する役人だったと伝えられています。また、
孔子が老子を訪ねて教えを受けたという話や、西へ旅立つ前に関所で道徳経を書き残したという有名な伝説もあります。この道徳経は、老子の思想を伝える代表的な書物です。ただし、現代の研究では、この本は一人が一度に書いたものではなく、老子に結びつけられた言葉が長い時間をかけて編まれたものだと考えられています。老子の思想の中心にあるのは、道、すなわち、タオと無為自然です。タオとは、この世界の根本にある流れのようなもの。そして無為自然とは、力でねじ伏せるのではなく、無理をせず、あるがままの流れを生かして生きることです。老子は、上善は水のごとし、と語りました。水は争わず、低いところへ流れ、それでいて万物を潤します。老子はそこに、理想の生き方を見たのです。また、信足らざれば、これに不信ありという言葉のように、支配する者の誠実さが失われれば、人々の信頼も、また失われると考えました。静かに、柔らかく、しかし深く世界を動かしていく。老子は、そんな水のようなしなやかさと強さを人々に語った思想家でした。ふわふわのおじちゃん面白かったね。老子のおじちゃんね。孫子とか孔子とか老子とか、もう僕覚えられないよ。他にも、孟子、荘子、牧子、荀子、韓非子とかいるよ。おー、ピヨ太郎いっぱい知ってるね。チロルちゃんの家に本があったから少し読んだよ。意味は全然わからなかったけど。ここに来てくれたら、本人から教えてもらおうね。お菓子はいないの？これは、夫がよろしいようでで終わるパターンだね。ところでさ、このバッグの映像って桜満開だった時のやつ？そうなんだよね。仕事と動画作成でどこにも行けてないから失敗作だけど、出してみた。右下の暗い影は何？ヘルメット。ヘルメットにカメラつけて自転車で走ったの？そうなんだ。失敗した。しかも顔を動かしすぎて画面がグラグラ。見てるこっちが良いそうだね。ごめんね。もっと撮影上手くなれるように頑張ります。それでここはどこ？あずさ川だよ。あずさ川は綺麗だよね。じゃあ、今回はこの辺で。最後まで動画を見てくれて本当にありがとうだよ。また次回の動画で会おうね。バイバイ。バイバイ。